僕は今台湾に来ています。今回の動画はかつて台湾全土に3つ存在していたんですが、そのうち2つが地図上から消えた楽園中馬湯園に行く旅です。その場所はネットで検索すると首なし幽霊とか動く石像みたいな心霊話がかなりあるところなんですが、普通に公立公園でもあるんですよね。そして面白いのが50年間入場料を1円も取っていないそうです。そしてなぜかかつて3つあった中馬湯園なんですけど、そのうち2つが地図から消えたり閉鎖されたりしていると。そこが子供のための無料の楽園なのか、それとも噂通り心霊スポットなのか、その真実を確かめるためにも明日その唯一の生き残りであるトンシャオの中馬湯園へ行きます。朝になりました。今日も外に一歩出た瞬間からほのかに八角の匂いがして台湾に来たことを改めて実感します。ここから中馬湯園、今台北にいるんですが、ここから中馬湯園に向かいます。だいたいバス電車を乗り継いで2時間ほどかかるみたいです。かなり遠いですね。早速向かいます。全くメニューが読めないんですが、気になるので食べてみます。ミャオリという場所に着きました。ここからさらにバスに乗り換えて、トンシャオというところに向かいます。トンシャオチンというところに到着しました。なんて言うんでしょう。もう田舎とかそういう感じじゃない。田舎は田舎なんですが、道路の真ん中で降ろされたような感覚です。ものすごい車がビュンビュン走っているところにあるバス停でした。早速中馬湯園に向かいます。人は全くおらず、本当に車の場所です、ここは。おそらくここが入り口だと思われます。それじゃあ入っていきます。
今のところ人っ子一人見当たりません。園内はかなり広いようですね。だんだんと様子がおかしくなってきたような気がします。このチューマオ遊園はもともとホアン・チューマオっていう台南生まれの方が日本で事業を成功させた後に故郷で錦を飾るために1958年にチューマオ遊園の第一園を建てたことが発端となっています。で1965年にそこが開園して、その当時は果樹園を無料開放したり、もう入場料ももちろん取らないっていった方式で、地元の方たちにとっての本当楽園のような場所だったそうです。ただその後1970年代に入って台湾がどんどん高度経済成長期に入っていって、道路の拡張とかそういったものでチューマオ遊園の第一園も用地収容ということになって、閉鎖されざるを得なくなったと。桃太郎と金太郎、そしてホアンさんはどうしても諦めきれず、第1園が閉鎖された後第3園を安平という場所に建てたんですが、そこは海沿いだったので塩害がひどかったのと、彼自身老いがかなり来ていて管理能力が低下していたこともあって、結局閉鎖に追い込まれてしまいました。でその閉鎖に追い込まれたチューマオ遊園で首なしの幽霊が出るとか、そういった心霊情報が出たんですが、そことこのトンシャオのチューマオ遊園の情報が混ざって、このトンシャオのチューマオ遊園までもが、実際にはない心霊情報がネットに上がってしまうという結果になったみたいです。きっと置かれているものにはホアンさんの思想が反映されているんでしょうけど、こう商業化されたものにはない自由奔放さを感じます。腕の長さやら顔の造形やら不自然といえば不自然なんですが、ある意味では味があるというか、当時フアンさんが頭の中で描いていたことを地元の職人の方たちが一生懸命再現しようとしたのかなと、そういうふうに感じます。そもそもどうしてこの公園が建てられたかというと、ホアンさん自身かなり貧しい幼少期を過ごしたそうで、その時にどうしても喉の渇きに耐えられなくて果物を盗んだら、そこの地主にものすごい激しい暴力を振るわれたそうで、その時の悔しさとか屈辱っていったものが全ての原動力になって、だから大人になってから建てたこのチューマオ遊園は3つ全てで入場料無料、そして果物は自由に取っていいというルールが設けられました。だからそれはもう彼にとって過去の自分のような貧しい子どもたちを救うっていう使命みたいなものだったんだと思います。ちょっとどういう世界観なのかは分かりかねますが、この味のある顔がいいです。これが多分西遊記です。孫悟空の顔が猿というよりなんかカピバラとかそっち系の顔な気がするけど、当時のこれを作った職人さんはどういう気持ちで作ったんでしょうか。ここには謎のウサギがいて、あっちには象がいて、でここには昔の中国の高官のような方たちの像があって、そして向こうにはさっきの西遊記のオブジェが置かれています。とにかくいろんなものがごったにされた世界観です。ただこの母親を背負う像だけは他のモニュメントとは異質なオーラがあるというか、作りがちゃんとしているなという気がします。彼自身が残したかったのがこういうぬくもりだったのかもしれません。ここには仏像が置かれているんですが、急にキューピーちゃんっぽいものが置かれていたりと、よくわからないというか理解が追いつかないです。この若干狂気じみた顔が怖いです。端っこまで来ましたが、こう見ると本当に相当広いですね。仏像やら西遊記やら動物やら、とにかくいろんなものがごったにされていて、彼自身の走馬灯を見ているかのような気分になりますが、
多分彼が好きだったものとか信じていたものが一箇所に集められているんだろうなと思います。僕らが慣れ親しんだ完璧なテーマパークにはない塗装が剥げている、そういった不完全さがある公園ではありますが、逆に言うとそういった巨万の富を投じて作られるようなテーマパークにはない情熱を感じるというか、お金がなくても楽しめるものを作りたいんだろうなっていう気概みたいなものをすごく僕は感じました。ここには格子が立っていて、そのすぐ横には馬を連れた謎のカウボーイがいます。本当にちぐはぐな世界観です。そういう彼自身の情熱だけで動いたからこそ、置かれているものも置かれている場所もちぐはぐな公園が出来上がったのかな。さっきまでは仏像があったり格子がいたりしたんですが、今度は急に打って変わってキリスト教があります。というのも彼自身特定の宗教に熱心だったわけではなく、とにかく儒教も仏教もそしてキリスト教も一緒に並べてしまえば争いは起きないだろうという彼なりのこの平和感を持っていたそうです。だからこのカオスな配置が生まれているんだと思います。これは何なんでしょうか。さすがにちょっとついていけなくなりました。これは一体何なのか。この柱に書かれた文章を見る限り、なんか彼なりに大事にしていた言葉をここに書いているのかなと思いましたが、このホットレモンのような味だけはどういった教訓なのかわからないです。非常に興味深い公演でした。この見返りを求めず情熱だけで動いたんだろうなっていうものをすごく感じて、僕も YouTube をやっていく中でそういう気持ちは心の中に留めておきたいなと思います。